はい、皆さんこんにちは。盆栽知恵の豆松屋の山崎千恵です。黒松の芽切りをしていきたいと思います。これはまず雑草をね抜きながらお話ししますが、今回はまだまだ形ができてない黒松の苗木とかですね、それの芽切りをやっていきたいと思います。これもそうですよね、あんまり枝数多くないし、これ昔っていうか去年ここビヨーっと伸びてたのをズバッと切りまして、で残った枝に今年の春力がついてきたなっていう感じです。これらの芽とか葉っぱ整理して芽切りしていきます。これの後にはもう一個これやります。これよく苗木で売ってるパターンの黒松だと思います。ちょっとこれも雑草すごいので雑草をまず取りながら、こういう苗木多いですよね。上の方がビヨンビヨンで下があんまり伸びてないやつ、よく教室の教材でもこういう形ので植え替えて、なんか翌年あんまこの芽が伸びてないんですけどどうしたらいいですかっていうやつ参考になるかなと思って、これにしました。この2つを今日はやっていきます。はい。今日は、2024年の7月21日です。はい。黒松の芽切りは7月に入ったら商品盆栽は行って、商品盆栽サイズは7月に入ったら行っています。大きい盆栽とか、あと寒冷地ですね、寒い地域の方なんかは黒松6月ぐらいから、芽切りをしていると思います。で、7月が一番ちょうど2番目の伸びが短くなって良いサイズになれる、小さくとどめるには7月がいいかなと思うんですけど、8月に入るとちょっと芽切りとしては遅いというか、秋芽切りの時期に入ってきて、その2番目は用意されるけれど秋にはそんなに、秋までには伸びなくて冬の姿寂しい形になっちゃうので、関東の方で商品盆栽サイズの黒松は7月中に芽切りを行うようにしましょう。我が家ではこの10センチ15センチぐらいの黒松だったら7月の中旬から下旬にかけて芽切りを行っています。もうちょっと大きいサイズ20センチとかそれぐらいだと7月の初めに芽切りを行っています。ほい。暗いでしょうか。ちょっと明るくなったかな。どうかな。今外の日差しが強すぎてちょっとカーテンとかしてるんですけど、明るくなりましたかね。はい。じゃあでは芽切りします。これがまず枝先側は新芽です。春から伸びたとこですね。で少し隙間開けて、枝元側にあるのがこれが古葉です。去年の葉っぱです。はい、これぐらい伸び出してれば
目切りができます。であんまり伸びてないここまで伸びてない元気がない芽は切らない方が得策です。無理に切っても出てこないままその枝が弱って枯れちゃうこともあるので、なんか伸び出してないな、切っていいのかなって悩んだ時は目切りしないようにしましょう。で目切りのやり方としては、まず古葉の元で新芽を切ります。もう一個芽が出てきました。これもちっちゃい芽が育ってましたね。こういうのも同じところで切っちゃいます。で残った葉っぱはごついになるように、葉っぱを減らしてあげるってことですね。ごついっていうのは、黒松はこう葉っぱ2枚で1対と数えて、それが5つい残るように下の方から葉っぱを切ります。4つになっちゃった。4つです。12344つになっちゃったけど、4つでも OK。1対でも残ってればその枝枯れませんので、5対が目安で、上の方はもっと減らしても平気です。葉が長いところは葉の長さ半分に切っても大丈夫です。はい、じゃあこっちの枝同じように同じようにここが新芽の元ですんで、古葉のとこで切る。はい、で古葉を5対に減らします。下の方から切っていって、ここら辺ちっちゃい芽ですね。なんか、束みたいな出方、葉っぱの束になってるような出方は芽だと思っていいです。ちっちゃすぎる芽は切ります。ここは 6個だったかな。5つにして葉の長さ短くしておきましょうか。はい、で目切りをすると、この葉の元に2番目の芽ができて、ここから枝ができると。目切りの目的は、まず枝が伸びすぎないように、どんどん長くなっていったら木が大きくなっちゃうので、それを短くするっていうのがもう一つの目的と、あとは2番目を吹かせることで枝数が増えます。ここから二股分かれができれば小枝が増えますよね。そして小枝の多いどっしり感のある松を作っていくっていう大事な作業ですね。はい。で黒松とか五葉松類、意外と枝元とか枝の途中から芽が吹いてくるんですけど、伸びる勢いを抑えると、この2番目もそうですけど、途中から吹いてくるんです。これ放っておくと枝になっていくものです。いらないと芽は枝になってほしくないところから吹いたものは切ります。枝分かれのところからたくさん枝が吹いたらえらいことになりますので、ごちゃつくので切る。逆にこういう枝の途中のところから吹いてるもの、こことかこことか、こういうの枝になってくれれば
ここちょっと長いな、間延びしたなと思ったらここまで切り戻せますので、枝の途中から吹いた芽は残す。じゃあ別のところ行きましょうか。はい、じゃあここはそう、芽切りの時は枝ぐーっと下げちゃって古葉を減らしてから最後に新芽を切る方がやりやすいかと思いますが、やりやすいやり方で、最初にまず新芽切ってから古葉を切る方もいますし、だんだん手が慣れてくればやりやすい方法見つかると思います。ここは芽がたくさん吹いているので1個にしましょうかね。角度の良い芽を残して、これだけ残しました。ここ枝の元からまた新芽というかちっちゃい芽が吹いてるので、いらなければ切る。はい、これは普通に芽切りできるところだから、古葉を減らしてから新芽を切る。長い葉は短く。ここ新芽どこから新芽かよく分かりづらいと思うんですけど、なんか伸び出してる隙間が1個ともう1個ここにもあって、どっちで切ればいいか迷うと思うんですが、これ多分勢いが強くて春のうちに2回伸びたんじゃないかなと思うんです。なのでこれが去年の葉っぱで、これも今年の春伸びた葉っぱだと思います、きっと。切るのは、ここでもいいしこっちでもいいんですけど、より枝元側で枝分かれして枝作っていきたいなら、枝短くなるように下で切った方がいいんじゃないかな。これはちっちゃい芽ですね。はい、で古葉を減らして半分の長さに切ると。こうなりました。ここで切った後残った枝が太って伸びて、でまたこっから、枝分かれして枝分かれして枝分かれして、でここら辺が頭ですよね。頭、これが下枝、針金で冬はこっちに持ってきますけど、はい、OK。 これでこの木は作業終わりです。ここ切ったところちゃんと枯れたので一回切り戻しておきましょうかね。松は松ヤニが白っぽいところ、松ヤニがちょっと吹いて垂れた後なんですけど、こことかこれ松ヤニの跡ですね。こうやってなんかへばりついちゃって取
取れなかったりすることがあるので、少し長めに残して切るべしと習いました。で枯れてから改めて切ると。で融合剤をつけておこうかなと。黒松とかも結構肉巻きはいいですよね。傷の巻きはそのうち枝幹全体に太ってきて傷口わかんなくなるぐらい太りますので、案外大きな傷も切って大丈夫ですよ。傷口、切り口治る。融合剤は何でも大丈夫です。融合剤ね、切り口融合剤。はい、これ OK。続きまして黒松、すごい雑草入っちゃった。やっぱ木が弱ってると雑草が生えやすいですよね。雑草が生えてる木は根っこの張りもあんまり良くない状態だと思います。私的には雑草は抜いて、よいしょ、しっかりね、根っこから抜いてくださいね、雑草は。でこういうなんかお花咲いて可愛いですけど、こういうのも取ると。水はけが悪くなってそうですね。ずっと湿っぽいですもんね。なのでもうこれから梅雨明けで水はけ悪い状態だとちょっと根が傷みやすいので、植え替えてもいいかもしれないと思っています。で黒松は芽切りと同時に植え替えて、その根っこをたくさん切るとやっぱり2番目の伸びが良くなかったり、ちょっと木は弱りますよね。あんまり枯れるってほどではないんですけど、2番目の伸びが良くなくなっちゃうので、それを念頭に置いておいての植え替えにしてください。今の時期植え替えるならね。なので、なるべく根を切らないように根を一回り崩して植え替えるとか、土を新しくするつもりで植え替えるとか、一回り大きい鉢に植え替えるとか、そういう方が安心ですね。はい、で夏を乗り切れそうだったら2番目が揃ってから9月とか10月に、9月以降ですね、冬もいいと思います。葉が揃ってから植え替えた方が安心です。ほい。さあでは芽切りをしましょう。この木はちょっと悩みますよね。まずなんか枯れ葉が出てて、芽の伸びが悪くて、ちっちゃい芽もちょこちょこついてて、何が新芽やら古葉やらって感じな枝です。まずこれで、木っていうのは基本的にやっぱ
上に伸びる木なので、こう上の方は芽の伸びがいいけど下側は芽の伸びが悪いと。でこういうでここも細いじゃないですか。下枝細いのはかっこ悪いので、ここをぜひ大事に見守って伸ばして太らせてあげたいですよね。この枝は伸びるほど太りますんで、はい。なので、まずは、このこちょこちょ多い芽を厳選して減らして、その残った芽に力がしっかりいくようにしてあげると。今下向き上向きの2つを切りました。で左右に伸びた芽を残して、これが伸びてくればいいと。茶色い枯れ葉とかも取り除き、こう葉っぱの先が茶色くなっちゃったものは茶色いところで切ればいいです。緑のとこだけ残ってるといいですね。ここで光合成できますからね。はい、OK。ここはこれのみです。あとはここに日がたくさん当たるようにして、ここが伸び出してくるようにしてあげる。はい、続いてここも同じようなもんですね。ここも芽の伸びが、さっきよりはちょっと伸びているぐらいで、ちょこちょこ芽が多いので、じゃあ下向きの芽だけ切りましょうか。ここ2つの芽が伸びてるんですけど、もしここ間延びしたらここで切り戻せるし、ここ両方あってもいいから、とりあえず両方残しますか。ここも芽切りはせずに、そのまま元気よく伸びるように日を当ててあげると。はい、続いてここは枝1本しかなくて分かれてない状態で、結構新芽は伸び出している。そしたらここは切っちゃいます。切る。で古葉を減らす。そうするとここで2番目持って、ここで枝分かれしますので、ここから二股分かれがスタートする。ここの位置枝としていらないかもしれないけど、どうなるかわかんないですからね。とりあえず残しておきましょうか。枝自体は。はい、じゃあ次ここ暗いかな、見えますか。ここは新芽はちょっとは伸びているから、これぐらいだったら切っていいんじゃないかな。ほい、切って古葉をちょっと減らしときます。この松はちょっと病気っぽいですね。葉っぱにこうなんか斑入りみたいな筋がまだらに入っていたり、古葉も黄色くなって落ちているのがあったので、ちょっと弱っている病気系ですね。なので殺菌剤散布してあげた方がいいですね。キノンドーっていうのを使ってます。キノンドー殺菌剤で、これから2番目が伸びてきますが、その2番目柔らかい時期に、葉っぱが柔らかい時期は病気入りやすいですから気をつけて、この2ヶ月間ぐらいは2週間に1回でもいいし、
散布してあげましょう。で、気温が今高いので、あんまり35度とか暑い日中にはやらずに、朝か夕方の、少しは涼しいかなという時期に散布しましょう。古葉はまだら模様が入ってますけど、新芽はこれはしっかり硬く伸びてるので、春からやった殺菌剤はこれはちゃんと効いてそうでしたね。効いてそうですね。よかった。やっぱ病気なものは元気が良くないので、殺菌剤やってみるのも一つです。あと葉っぱのまだら模様がないかとか見てみてください。ここもよく伸び出してますね。これは切る。で、古葉を減らす。元気のいい芽のところはもう2番目準備されてるんですよね。見えるかしら。ここにごま粒みたいなのがあるんですけど、これが伸びてきますので、これが動いて緑っぽくなってだんだん出てきますから、お楽しみに。ここはあんま伸びてないので目切りはしない。じゃあここはわりかしちょっと伸びているし、頭の方だから元気はいいはずだから切っちゃう。ここはまず枝元にちっちゃい芽作ってますね。これは邪魔になりそうなので切ります。で、ここはもう元気いっぱいの芽なので、古葉を取って芽切りをすると。5対3対ぐらいでもいいかな。こんだけ元気ある場所なら。3対で元で切ると。あとここのここの残すとこ、新芽の残す長さによって2番目の伸び違いますかっていうそういう説もあるようなんですけど、私その違いが分かんないというか、そこまでちゃんと観察してないのかもしれないですけど、あんまり違いは感じないので、短くても長くてもいいんじゃないかなと思います。たださっきみたいな勢いの良い芽は松ヤニが結構吹いちゃうので、長めに残しておいた方が、その垂れた松ヤニが2番目とかにかかっちゃうと、そこの2番目の吹きが悪くなるので、それはあるかもしれないですね。長めに残す理由として、松ヤニが垂れることを前提にちょっと長めに残しておくってことですね。でここで切る。よし、これあと最後ですね。ここは一番頭の方で元気がいいので、残す葉っぱの量も3対か2対ぐらい
まで減らしていいかなと。やっぱ枝は葉っぱが多いほどそこに力がいきやすいので、葉っぱの残した葉っぱの量でその勢いの強弱をつけてあげるといいと思います。勢いの強いところは葉を減らして勢いがもうそんなにいかないようにする。一方枝が弱いところ、芽の伸び弱いところには葉っぱを多く残して力がこっちにしっかりいくようにしてあげる。で、力を平均化するって言うんですけど、ここに一番強い力が溜まってるものをもっと下の方に行くように促してあげる。でそういうことをその力の平均化をしてあげないと、こういう勢いの弱い枝っていうのはどんどん弱くなって枯れちゃいますので、そうするとこの下の方の枝がない、伸びした腰高な木になっちゃうので、盆栽としてはこういう下枝しっかり力つけることが大事です。下に落ちた葉っぱを取って、雑草まだ取り切れてないですけど、はい、肥料ですね。肥料かすは一応取り除きます。置きっぱなしのまんまでもいいですけど、カスなのでもう肥料分はないですね。で、水はけ悪くなる原因にもなるので、残りカスは取り除く。で、今後の管理としては、8月半ばぐらいか9月ぐらいから肥料を再開します。で、置き場所は日当たりの良いところで。で、一気に葉っぱが減ったので水の乾きが遅くなります。乾いたらたっぷりとが基本なんですけど、最近日中35度ぐらいで暑いので、葉水ですね。葉っぱの方上にだけ水をかける。で、温度を少しでも下げてあげるっていうつもりで日中葉水かけてあげるといいんじゃないかなと思います。朝1日1回、朝はまずたっぷりと、下に抜けるまで水たっぷりとあげて、日中はここが土が乾いてなかったとしても葉水ですね、ここら辺にかけてあげる。で、夕方乾いていたら、土が乾いていたらまたたっぷりあげるし、乾いてなかったら葉水程度にしてあげる。そんな感じで1ヶ月ぐらい見守ってると、だんだん2番目が葉っぱらしくなって、またもさもさってしてきますので、それをぜひお楽しみに。はい。あれ、さっきも言ったかな、新芽が固まるのが11月ですので、11月には古葉を、今残ってるのが古葉ですね。今度は11月この古葉を取って新しい葉だけにして、で針金かけをします。針金かけるときはどうするかね。こうもっと下げてこっちにグッと倒してもいいですしね。こっちとかこっちとか。そうするとこっちが正面か、こうしてこうかな。そうすると背が低くなりますよね。足元ぐらついてるかな。まあいいか、大丈夫かな。はい、じゃあこれもこれで終わり。はい、じゃあ今回はこの2つの黒松の素材ですね、まだ若木の黒松くんたちを目切りしました。
ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。